休みに知り合いの田舎へついて行った。師匠と仰ぐオカルト好きの先輩のだ。師匠はそこで何か薄気味の悪いものを探しているようだったが、俺は特にすることがなくて、妙に居心地の悪い師匠の親戚の家にはあまりいず、毎日何もない山の中でひたすら暇を潰していた。4日目の夜は満月だった。晩ご飯を居候先で食べ終えた俺は、早速どこかに消えた師匠を放っておいて、いずらいその家から散歩に出た。特にあてもなく散策していると、ふと通りかかった場所でかすかな違和感を覚えて立ち止まった。やや奥まった三重とはいえ、月明かりに照らされていて、昨日もおとといも通りかかった小さな沢なのだが、枯れ沢だったはずが、今は不思議なことにキラキラと光が揺れいてる。近くに寄ってみると、確かに昨日まで枯れていた沢に水が湧いていて、きれいな月が水面に映っていた。このところ雨も降っていないのにな。と首をかしげながら居候先の家に帰ると、師匠も帰ってきていた。早速そのことを話すと、それは月の湧く沢だよ、という。どうやらこの辺りでは有名な沢で、普段は枯れているが、満月の夜にだけは気水であふれるのだという。どうしてそんな不思議なことが起こるんだろうと思っていると、師匠はあっさりと言った。この村から標高で300メートルくらい下がったところにダム湖があるんだけど、多分そのせいだと思う。あれができてから湧き水の場所も随分変わったと年寄りは言ってる。地下水脈の流れが変わったんだよ。しかし湧いたり枯れたりというのは変な気がする。しかも満月の夜にだけ湧くというのはできすぎている。ところが超石力だよ、とまたも師匠はあっさり言った。月の引力が地球に与える影響はわずかなものだが、液体である海などはもろにその影響を受ける。潮の満ち引きがその代表で、その力を潮汐力と呼ぶ。そして満月の日はその力が最大になり、大規模なダム湖もまたその影響を受けたのではないか、と師匠は言うのである。湖水のわずかな圧力の変化が、ダム湖に流れ込む地下水への圧力の変化となり、湧き水に微妙な影響を与えたんじゃないかな。なるほど。引っかかるところもあったとはいえ、俺はその答えに素直に感心した。
あくまでも月の惑さはであって、そんな無粋な構造によるものじゃない。こんな言い伝えがあるんだ。あの沢に湧いた月を飲んだ者には霊力が宿る。ロマンティックな話だ。でも霊力という響きに不吉なものを感じたのも確かだ。案の定、師匠は言った。行こうか。暗がりの中を懐中電灯を絞って俺たちは進んだ。沢はそんなに遠くない。よそ者の二人がこんな時間にこそこそで歩いているのを見られたら、ますます居づらくなりそうだったが、幸い誰ともすれ違わなかった。沢に着くと俺はほっとした。ひょっとすると幻のように水が消えているのではないかという気がしていたのだ。山の斜面に寄り添うような水面に満月がゆらゆらと揺れている。師匠は沢の縁にかがみ込んで目をランランとさせながら眼下の月を見ている。俺は超石力だよと言った師匠の答えに抱いた。引っかかりのことを考えていた。理科は苦手だったが、確かにそんな力が存在することは知っている。しかし、超石力が最大になるのは満月の日だけだっただろうか。おぼろげな記憶ではあるが、確か月の消えた新月の日にも超石力は最大になるのではなかったか。では満月の日にだけ湧くというこの沢は一体なんだ。師匠の目がランランとしている。何より師匠の目が超石力という答えを否定しているようだった。俺は得体の知れない寒気に襲われた。ジャゴという音を立てて師匠が沢の水をすくっている。飲む気だ。師匠はすくい取った手のひらに満月を見ただろうが、一心不乱に水を飲み始めた。何度も何度も手を差し入れて、俺は立ち尽くしたままそれを見ている。やがて信じられないものを俺は見て、へたへたと座り込んだ。気がつくと師匠の手が止まっていて、その下には水面が揺れている。月がもう映っていなかった。消えた。俺は逃げ出したくなる気持ちを抑え、この出来事に合理的な解釈を与えようとしていた。超石力だよというそんな力強い言葉のような。動けないでいると師匠が何事もなかったか
月も飲んだし、帰ろう、と言った。その瞬間わかった。へたり込んだまま空を見上げて、俺はバカバカしくなって笑った。いつの間にか空は曇って、月は隠れていたのだ。本当にバカバカしかった。新月の謎さえ忘れていれば。次の日、師匠があっさり教えてくれた。あのダムはね、30日ごとに試験放流をするんだ。その周期と満月の周期とがたまたまかぶっているというのだ。月の満ち欠けが一周するまでの期間を作望月といい、平均するとおおよそ 29.53 日。30日ごとの試験放流では、1年間で6日ほどずれが生じるはずだが、放流予定日が休日だった場合は、その前日に前倒しすることになっており、その周期が作望月に近づくのだという。でも、ぴったり満月の日に、あの沢が湧くのは珍しいらしいけどね。力が抜けた。地下水の圧力変化の原因は、潮汐力ですらなく、ただのダムの放流だった。要するに担がれたわけだ。しかし、あの夜起こったことの本当の意味を知った時には、もう師匠はいなかった。数年後、師匠の謎の失踪の後、あの夜のことを思い出していて、まだ一つだけ解けていない謎に気がついたのだ。あの夜、俺と師匠は懐中電灯を絞って沢に向かった。月の湧くという沢に。空は